これには大きな原因が一つありまして、脂肪がつきやすい状態作ってしまっているんです。皆さんこんにちは、中川ゆきです。今日は寝たまま簡単にお腹足痩せができるストレッチルーティンをご紹介していきます。というのも現代人はかなりお腹周りや足周り脂肪がつきやすかったり太りやすい方多いと思いますが、なかなかダイエットしても効果が出にくい部分でもあります。これには大きな原因が一つありまして、その原因というのは骨盤の歪みです。現代人は足を組んだり、どちらか片方に体重をかけて座ったり、そういった日常生活の癖で骨盤が歪んでしまっているんです。その状態で運動をしたりウォーキングをしても逆に筋肉がごつくなってしまったり代謝が下がってしまうことによって脂肪がつきやすい状態作ってしまっているんです。ですから今日は寝たまま簡単に骨盤を矯正しながら足痩せまでしていくストレッチをしていきたいと思います。まずは骨盤のメカニズムから解説をしていきます。そもそも骨盤っていうのはすごく強固な骨ですから簡単には歪んできません。日常生活でいうと足を組んだりお姉さん座りをしたり片方の足に体重をかけて生活をする、こういった癖が続くことによって太ももの骨がこのように骨盤に刺さっていますね。この股関節が歪むことによって結果骨盤が徐々にねじれたり歪みが出てきてしまうというのが主な原因です。だから逆に言うと普段こういった立ち方の癖がある方、もしくはどちらかにカバンを持って立つなどの癖がある人はどこにいう骨盤矯正という施術をしたとしてもまた生活をしているうちに必ず骨盤が歪んでしまうわけです。ですから今日やっていくのは骨盤の歪みの根本原因、太ももの骨がつながる股関節を整えることによって骨盤矯正をして根本から足痩せお腹痩せができる体質を作っていきます。すごく簡単な方法ですからぜひ一緒に頑張りましょう。まずは骨盤の歪みのチェックから行います。足裏を合わせて膝を開き45度ずつ開いていればバッチリです。これよりも狭い方は内股タイプ、逆に足を開いた状態で膝内側へ倒してこちらも45度倒れてくれればバッチリです。これに対して内股倒れませんっていう方はガニ股タイプです。自分の苦手な方をしっかりと動かせるようにしていきます。まずはうつ伏せの状態で膝をパタパタ内外内外動かしていきます。しっかりと右左右左、これは股関節の付け根、この辺りをしっかりとほぐしていってます。なんとなく触ってもらうと骨がゴリゴリ動くのがわかると思います。うつ伏せの状態、楽な姿勢を作って呼吸を止めないように深く吸ったりゆっくり吐いたり。普段立っている時座っている時にほとんどね固まって同じ状態で動かなくなってますよね。まずは緩めるような感覚で揺らしてあげましょう。柔らかく動かして、はい、今度ももの前を伸ばしていきたいと思います。うつ伏せで寝転んだままでもいいですし、バランスがとって余裕がある人ははい、横向きで膝引っ張ります。これでももの前を伸ばしましょう。息を吸って吐きながら後ろに、しっかりともも前が伸びるのを感じて長く息を吸ってゆっくりはーっと吐き切る。どうですか？太ももの前、大腿骨の前のあたりをしっかりとストレッチ。膝を後ろに引けば引くほど伸びが強まります。ただこの時に腰がねビヨーンと反っちゃうと効果が半減しますから、お腹力入れてしっかりとお腹を引っ込めたまま膝を後ろに、もう一息 OK、 入れ替えます。今度は反対側、はい、うつ伏せのままでもいいし余裕があったらバランス取りながら膝後ろに引っ張ります。この状態でキープをしましょう。この膝をしっかりと後ろに引くと伸びが強まる。深呼吸は忘れずに、痛い時とか辛い時呼吸を止めやすくなりますからね。呼吸は決して忘れずに目いっぱい腹から息を吸ってゆっくり口からはーっと吐き切る。今日は寝たままできるエクササイズだけなので寝る前とかにもねおすすめです。ぜひ寝る前は固まった体リリースしてもらえれば寝起きが全然違います。最後一呼吸 OK、 弾きましょう。では今度はお腹の前面を伸ばします。お腹痩せにも効果的。はい、で腹筋を伸ばしていきます。これで余裕がある人は肘を伸ばします。どっちでもいいです。これ腰が痛いなっていう時は肘曲げといてください。
選びましょう。ゆっくり鼻から息を吸って、口からはーっとあったかい息を吐く。呼吸の音聞こえていますか？深呼吸は忘れずに吸って、長く吐いて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 、肩を下げて長い首です。呼吸するたびに身長を高く伸びていくのを感じましょう。もう一息。 OK、 ちょっとほどいてリラックス。今度は片足カエル足。はい、このまま後ろの方を見に行きます。余裕があったらこれも伸ばす。はい、どうですか？骨盤につながる脇腹の筋肉を伸ばします。深く長い呼吸。そしてポーズをとってからどういった角度に持っていくと伸びが強まるか探していきます。この伸ばした足を少し内側によいしょ寄せていくと結構伸びが強まると思います。ストレッチはね、ポーズをとってからがスタートです。そこからどうやったら伸びが強まるかなって自分の筋肉と会話をしながら探していきます。これがね、一番楽しい時間ですね。はい、呼吸は忘れずに。 OK、 ゆっくりほどいて、特にこれで腰が痛い人はね、腰痛を出やすい状態ですからね、できるだけこのストレッチはたくさんしていきましょう。ただ腰が痛い時は肘曲げた状態でもいいので選んでください。はい、筋肉の柔軟性、バランスが良ければストレッチのポーズをとって痛い部分っていうのはあまり出てこないです。どちらかというと心地よく伸びるところがたくさんですね。あったらバッチリです。深呼吸は忘れずにゆっくり息を吸って、目いっぱい吐いて、長く息を吸って、吐く息はため息をつくように。はい、いいです。ではそのまま仰向けです。はい、そしたら足裏に手を回して、はい、遠くへ。ももの裏側を伸ばしていきます。はい、太ももの骨の裏側についてますハムストリングス。これが縮むと膝が曲がりますね。特に日常生活で座ってる人、ずっとここ縮んでますから、しっかりと伸ばす。ももの裏側ストレッチ。膝遠くへ遠くへ、天井の方に伸ばしていくような感覚で。これがね、硬い人多いです。これ硬いとヒップも下がるし、足も太くなりますよ。特にお尻の境目作りたい人はしっかりとここ柔らかくしていきましょう。もう一息。 OK。 はい、じゃあこのまま足を引っ掛けます。このポジションから膝を内にギューッと傾ける。この時やってるのはここですね。この股関節の外側のあたり、特にこのあたりの柔らかくしていきます。ガニ股のタイプの方は内側へ倒すの苦手です。僕も普段ガニ股なんでこっち苦手なんですけど、できるだけお尻が浮かないように膝内側へ。はい、これ逆に内股タイプの方、特にね骨盤の広い女性は楽々にいける方多いと思います。そういう方はこれ浅くて OK です。柔軟性は内股ガニ股のバランスが大事ですからね。得意な方はそれなりに、苦手な方を頑張って。 OK。 で今度は足を引っ掛けて引き寄せます。はい、これで伸びるのはお尻の外側です。中臀筋と言います。はい、このままキープしましょう。深く長い呼吸、ゆっくり吸って、目いっぱい吐き切る。深呼吸の繰り返し。これもお尻の横ら辺を伸ばしてますが、ガニ股の人めっちゃ硬くなってます。特にお尻から足にしびれが出る坐骨神経痛とかね、足のしびれがある人はお尻固まると血流を阻害しますからね。しっかりとお尻も伸ばしていきましょう。傾ける位置とかね変えながらどこが伸びるか見つけていきます。OK。 でこの足を引っ掛けてツイストします。この時ですね、骨盤の位置をちょっとね横にずらしてから倒すと、はい、倒した時にちょうど背骨がまっすぐ一直線になりますから歪みがなくなります。
特に体をねじるときはこの背骨のねじれ歪みというのをあまり出ないようにね意識をしていきましょう。深呼吸は忘れずにはーっと吐き切る。目いっぱいゆっくり息を鼻から吸って、はい、このくびれを作る腹斜筋しっかり伸ばしましょう。お腹周りも目いっぱいストレッチ。目線はできたら後ろの手の方向へ。はい、伸びました。 OK。 今度は反対側。まずは足を曲げた状態からゆっくり足裏天井に向かって伸ばす。はい、ももの裏側伸びてますね。ハムストリングスのストレッチ。足を細くするだけではなくてヒップとお尻の境目ですね。ヒップともも裏の境目からそこら辺をしっかりと伸ばして作っていきましょう。深呼吸忘れずに吸って長く吐き切る。余裕がある人はしっかり膝胸の方に近づけて、きつい方はもちろん膝曲がったままでも OK です。ちょっとずつ伸びていきます。であとこれもね少し内股にしたりガニ股にしたり微調整してもらっていいです。はい、そしたらこのまま足を内股です。この地面についた側の足を内側へ傾けて、はい、ここら辺伸びてる感じありますか？突っ張る感覚です。特にこのお尻がね浮きやすいから極力お尻は浮かないように内股。はい、この種目と次の種目は普段ガニ股気味の人の方が辛いと思います。しっかりとこの太ももの外側のあたりを伸ばしていきます。股関節の柔軟性調整していきます。じっとしてて動きにくい時は少しね押してもらって動かしてもいいです。これは自分がねほぐれやすい方を選んでください。はい、ではこのまま足を絡めて引き寄せます。でこの時はお尻の横この辺りが伸びてます。手をかける位置はももの裏側でも膝の上でも OK。 自分がかけやすいところにしてください。膝を引き寄せるのに反対側かけた方の足は遠ざけていくようなイメージするとめちゃめちゃお尻が伸びてくる。お尻の筋肉が喜んでいます。はい、どんどん筋肉が伸びるのを感じて、もうちょい余裕があったら引き寄せて、深く長い呼吸です。ゆっくり吸って吐き切る。これすると本当にね朝の寝起きめちゃめちゃいいですからね。 OK、 ほどきましょう。ではこの足を深くかけてお尻を少しだけかけた足の方向にずらしてからツイスト。はい、そしたら背骨がちょうどお尻の先から頭のてっぺんまでだいたい一直線になります。これで背骨の歪みがなくなった状態です。現代人の多くは背骨が歪んだり姿勢が傾いてきてますから、ここでもしっかりと調整を入れていきます。どうですか？さっきやった方と今ねじってる方でねじりにくいなって方があったらそちらたくさんやっていいです。ストレッチは左右均等に伸ばすことよりも左右の差があることにまず気づきを持って苦手な方を得意な方にね合わせていきましょう。はいです。はい、では最後ですねチェックをしてみましょう。最初よりもガニ股45度以上開きやすくなっていますか？そして反対側の内股、これも倒しやすくなっていればバッチリです。お疲れ様でした。今日のストレッチはぜひ寝る前のルーティンにしてみてくださいね。翌朝足がすっきりしているはずです。そして皆さんにすごく嬉しいご報告です。先日の動画でご紹介しました僕の初書籍なんですが、皆さんがたくさんの方にプレゼントするためにご購入いただいたおかげで Amazon や楽天の在庫がすぐに売り切れてしまって重版されることが決まりました。ありがとうございます。書籍や動画を通じて日本中を健康にしていきたいと思っていますから、これからも応援よろしくお願いします。そしてもう1点、2月にスタートしますオンラインサロンなんですが、
が、こちらも皆さんからのアンケートをもとに今コンテンツを作っていってます。概要欄の方にアンケートフォームをご用意していますので、ぜひそちらの方からも皆さんの意見を聞かせてください。お悩みやご要望を解決できるオンラインサロンを作っていこうと思っていますから、ご協力の方よろしくお願いします。ぜひですね、今日の動画いいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。